浴槽の排水栓を DIY で補修してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。これは2022年4月頃にヘアークラック補修と FRP 塗装を DIY した浴槽です。塗装後1年少々経った時点で浴槽塗装の投稿をしました。2024年3月で1年11ヶ月ですが、クラック補修箇所の変化はありません。ご覧の通り色あせ等も見られません。浴槽は見違えるようになったのですが、残念なことに排水栓には手が回らず、今ではこのようになってしまいました。排水栓自体は2000円ほどですが、工賃を含めると結構な額になります。なので表面にステンレスシートを貼る方法で補修を試みます。最初にこの状態ではうまく接着できないので表面を平らにします。次にこのステンレスプレートを貼り付けようと思います。見えがかりだけの補修ですが、当面はこれでしのげます。ゴム栓をするとこんな感じです。それではどのように補修したか動画をお楽しみください。加工開始。ステンレスシートを加工するため排水栓の採寸をします。内径は 28mm、 外径は 53mm です。これらの径でシートからドーナツ型を作ります。ドーナツ型は加工が難しいので詳しい方法は続きをご覧ください。接着面をパテで平らにした後、作ったプレートを貼り付けます。縁の折り取った後のへこみが気になる方はドライバーなどのグリップでしごくと直せます。これは 0.1mm 圧のステンレスシートです。裏面には粘着加工してあります。でも今回は粘着剤を除去して接着しようと思います。シートをハサミで切り出して、この円切りカッターでカッター目を入れました。コンパス状になっていてカッターの刃がついています。これでシートの両面にカッター目を入れます。アルミと違いステンレスは硬いので最低5回以上繰り返します。必ず裏も切り込まないと成功しません。こちらはハサミで切ったものです。9分27秒頃比較動画を提示しています。内縁の切り抜き方法。作ったシートをハサミで1個ずつにします。板は薄いのでこのようにハサミで切ることができます。カッター目に沿って少しずつ折り込んでいきます。一気に折ろうとすると底が歪んで短い線ができてしまいます。なので指先を注視しながら慎重に進めます。外周も同様に折れ目をつけていきます。一
一方向に折れ目をつけたところで反対側に折ります。これを繰り返すことできれいに切断されていきます。急ぐ必要はありません。急ぐと余計な折れ目がついてしまいます。もっと確実にするにはカッター目の回数を増やすことです。そのために円の中心はコンパスの針で突いて開けています。その方が裏側のカッター目がずれません。中心の穴が大きいとカッター目を複数つけた時の線がずれます。それだけは絶対ないようにします。この作業の連続でハサミよりはきれいにカットできます。このように作業していきます。外周が終わりました。内縁も同じです。先ほど折り込んでいるのでもうすぐカットされます。突破口ができました。ここから徐々に開口を広げていきます。切れました。切断面の具合はどうでしょう。予備にもう1枚作っておきます。ハサミと円切りカッターの比較です。こちらが外周をハサミで切ったものです。そしてこちらが先ほど製作したものです。やはり円切りカッターで作った方が円が綺麗です。縦処理開始。排水栓の周りを円切りカッターで作ったシートで保護します。
このシートを接着する範囲をパテで平らにします。パテ処理後シートを貼り付けますが、平らでないと必ず剥がれます。なのでパテ処理は重要です。最終的にこの形を目指します。この作業はパテ処理とドーナツシート作りがメインです。それさえできてしまえば完成したようなものです。これはどこにでも売っている金属にも適応するパテ材です。これでへこんでいるところを平らにします。パテは乾燥に時間が必要なので、何回か繰り返すと2日くらいは必要です。パテの準備をします。脱脂した後を乾燥させるため少し温めます。汚れと水分は大敵なので念入りに行います。これくらいで良いでしょう。パテの見切りとしてゴム線をチェーンから外して取り付けます。ゴム線とシートの間を薄くパテ処理します。メッキのめくれを中心に処理します。こんな感じで進めます。一回パテを充填したら少し平らにならして乾燥させます。不要な部分を剥ぎ取ってこんな感じにします。乾いたらペーパー掛けをしてそれを数回繰り返します。4回ほど繰り返しました。もう少し平らにして乾燥させます。乾いたら脱脂して接着に進みます。ステンレスシートの接着。これはいつも使っている2液性の接着剤です。排水栓とステンレスシートの両方に塗布します。接着剤は盛り上げず薄く塗布します。作業速度が遅いとだんだん粘性が強まってくるので、なるべく手際よく行います。端部はめくれやすいので丁寧に充填します。これぐらいで良いでしょう。接着剤が多いところはシートの方に少し移します。ステンレスシートです。同じくこのように塗布していきます。このように両側とも全面に塗布しないと必ず剥がれます。
貼り付け位置を合わせます。後でも取れますが、表面についた接着剤は今のうちに拭き取っておきます。シートを押さえるちょうど良い大きさのものを探して重りを乗せておきます。この状態で半日ほど放置します。完成しました。応急処置のようなものですが、これでしばらくは持つでしょう。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。